このエピソードはライブポッドキャストを編集したものです。ライブポッドキャストは YouTube 春の日本語でやっています。リアルタイムで見たい方はぜひライブも見に来てくださいね。それではスタート。ということで、最近のアニメについて話していきたいと思います。はい。今日のトピックは最近見たアニメ。そうですね。私最近めちゃめちゃアニメ見てますね。夜ご飯を食べている時、仕事が終わって夜ご飯を食べている時にだいたいアニメを見るんですよ。で、そのままだいたい寝る前ぐらい、10時ぐらいまで見続ける。だから1日5エピソードぐらい見れてるのかな？そう、5話。1日5話ぐらい見ていて、そう。だから一つのアニメってだいたい12話でしょ？ 12 エピソード。12話じゃん。だから一つのエピソードだいたい2日ぐらいで見れるという感じ。休みの日にはもっと見たりね。はい。一気見したりしますけど、一つのアニメを一気見する。そう。全部を一回でバッと見ちゃうことですね。一気見したりしますけど。はい。最近見終わったアニメ。まず見終わったアニメですね。坂本デイズ、ダンダダン。そして、俺だけレベルアップな件。これは前おやすみポッドキャストで話しましたね。俺だけレベルアップな件。俺レベって日本で言いますけど、海外ではソロレベリングってね、言ったりしますね。これは、全部見終わりました。でも、坂本デイズと俺レベは、なんか出た。ビデオから風船が出ちゃった。坂本デイズと俺レベは、まだ途中ですね。今ちょうど、やっている今シーズン、今期のアニメなので、まだ途中ですよね。終わってない。もう一回見てるアニメ。前に見て好きだったからもう一回見たアニメは、モブサイコ100とダークギャザリングというアニメです。はい。今ね、ダークギャザリングをすごい見てますね。そう。で、途中まで見てるアニメもあります。途中まで見てるアニメ。みんなもあるよね。途中まで見てるアニメ。この後見ようか見ないかちょっと悩んでるとか、ちょっとシーズンが長すぎて全部見終わってないアニメとかあるじゃん。ね。それは、クラナド。あと、なんだっけな。オーバーロード。クラナドオーバーロードクリックリンクですね。このクリックリンクって中国のアニメなんですよね。確か。そう、確かっていうかそう、中国のアニメ。雰囲気すごくいいんだけど、まだ途中ですね。はい。かな？そう。あと、アニメ映画も2つ見ました。1つは、これはフランスの映画館で特別に上映されていたもの。はい。特別にね、その2日間だけかなやっていたんですよ。なんとの映画館で。それは進撃の巨人のラストアタックですね。最後のシーズン。もう感動した。もうこれはもう一回見てるんだけど、もう一回映画館で見て、最高だった。進撃の巨人のラストアタック。と、あとは、鈴宮春日の、劇場版鈴宮春日の消失。消えちゃう。鈴宮春日の消失も良かった。もう長門は俺の嫁ですね。もう本当長門ちゃんが可愛すぎて、もう結婚したい長門ちゃんとって思いました。オタク。長門ちゃん可愛すぎるっていうね。はい。結構涙が出るぐらい感動しましたね。鈴宮春日の消失。結構古いですけどね。はい。そんな感じで、ちょっとじゃあ皆さんのコメントをチェックしましょうか。はい。坂本デイズというアニメを見ています。一緒ですね。後でちょっと坂本デイズの話をしましょうか。今やっている今期のアニメなのでね。はい。青の箱ね。
青の箱ってサッカーアニメ？あれ違うっけ？なんだっけね。面白いですかね、青の箱。はい。そして守護キャラ。懐かしい。平成アニメって感じ。守護キャラね。はいはいはい。見たことないけど知ってますね。私が、いつだ？中学生ぐらいの時かな。ちょっと調べよう。守護キャラ。私が小学生ぐらいの時、中学生ぐらいの時に流行っていたアニメかな。うん。うわ、懐かしいですね。はい。はい。はい。そして、古いけど、ナナというアニメを見てる。おー！ナナはね、やばい。ナナの話をすると、中学生、違うな、小学6年生の時に、私は漫画を読んだんですよ、ナナ。うん。で、小学6年生ってまだちょっと子供じゃん？でもナナって結構大人な話なんだよね。二人のナナっていう女性が同じ家に一緒に住むことになってっていうね。うん。でも恋愛の話で結構ね、なんていうの、性的なね、ものもあったりして、まあ、そう。で、ドラッグの話とか、人間関係の話とか、結構こう、ナナって重いんだよね。すごい面白い。私大好き。ナナのね、なんていうの、絵の、スタイルがすごく好きですね。めちゃめちゃ憧れてますね。ゴスロリとか、ゴシック系とか、あとなんか、なんていうの、パンク系ロック系なみんなさ、ビビアン・ウエストウッドの服着てんだよね。ナナの登場人物。マジでかっこいいと思ってましたけど、でも小学6年生の時に私の友達のお姉ちゃんがナナを読んでたの。で、お姉ちゃんは結構年が上だったんだよね。うん。で、その友達がお姉ちゃんから借りてきたやつをみんなで回して読んでたの。そう。で、小学6年生の中ではもうわからないことがたくさんあるんだよね、そのナナって。これってどういう意味だろうって。で、結構セクシーだから、ちょっと見ちゃいけない気持ちもあるんだけど、面白くて見ちゃうみたいな。ね、好奇心みたいな。そういうイメージですね。はい。ただナナはね、まだ完結してないんですよ。まだ終わってない。完結してなくて、まあどうなるのかね。はい。私も好きです、ナナ。はい。そして、最近ボルトを見ている。ボルトを見ているってばさ。はい。喋り方もね、ナルト系の世界になっちゃってますね。ボルトね、そうだね。ボルト面白い？どうですかね。やっぱナルトと比べるとってちょっとね、そういう意見を聞きますけど。やっぱナルトファンの人はボルトも好きなのかな？はい。そんな感じですね。皆さんコメントありがとうございます。はい。そう、まずね、坂本デイズですね。私も見てるんですけど、実は最近のアニメで一番好きかもしれない。坂本デイズは。あんまり正直ね、期待してなかったんですよ。まあコメディ系だし、そんなにストーリーちゃんと知ってるのかなみたいなね、気持ちがあって、申し訳ないんだけどね。そう。いや、でもね、想像を超えて面白いかったですね。はい。そう。まあ、ストーリーもね、ちゃんと、次のエピソードどうなるんだろうっていうワクワク、ただのコメディ感とかアクションだけじゃなくて、で、やっぱ何よりもね、坂本さんがかっこいいという。坂本さんのアクションが半端ねえっていうことですね。はい。私が一番、坂本デイズの中で一番好きなキャラクターは、鳥のピースケ。可愛くねっていう。はい。そんな感じですね。はい。皆さん、坂本デイズおすすめですね。あれ、何系のアニメって言うんだろうね。まあ、坂本って殺し屋か。で、元殺し屋の坂本さん
が、恋をして、結婚して、普通の生活を送ってるんだけど、他の殺し屋たちに狙われるという。で、普通の生活をしながら、影で、その敵と戦うというね。で、坂本のその家ですね、坂本家の家訓というものがあって、家訓、家のルールですね。家訓は人を殺さないというね。はい。面白いですよね。坂本さんね、普段はすごいね、太ったね、おじさんなんですけど、戦うときめちゃめちゃかっこいいんだよね。はい。そんな感じですね。はい。あ、ちょっとコメントね。はい。ダンダダン見始めました。あ、そうだね。ダンダダンも見た。ダンダダンはね、最近一番流行ったアニメだよね、多分。なんて言うんだろう。やっぱ、今期のアニメ。まあ、シーズンごとにいろいろアニメがあるんですよね。日本だと、2025年春アニメ、2025年夏アニメ、秋アニメ、冬アニメって、1年で4シーズンあるんですよ。そう。で、今は春のターンだね。そう、春のターン。春アニメだと思うんだけど、ダンダダンは2024年の冬アニメになるのかな。はい。で、坂本デイズが今やってるから2025年春アニメになるんだけど、多分坂本デイズは春アニメで一番人気なのかな。で、ダンダダンはその前の冬アニメで一番人気が高かったと思います。なんだっけ。ダンダダンのオープニングソング、主題歌ですね。主題歌の音のけかな。クリーピーナッツが歌ってる音のけがすごい流行りましたね。まあ、面白かった。だんだんおすすめですね。最初はね、ちょっと、そんな面白くなくねって思ったけど、後半結構面白くなってきたですって感じかな。まあ面白い。はい。最近見てるのはちいかわアニメ。ちいかわってやつね。いや、マジ、ちいかわほんと社会現象になってる。本当に社会現象だよ、これ。すごい。ここ5年ぐらいで一番流行ったものだと思うね、ちいかわ。すごいよね。ちいかわの魅力は何なんだろうね。私はあんまり見たことないんだけど、なんかちいかわって可愛い、なんか、キャラクター、まあ、うさぎみたいな、クマみたいな、クマなのかな、なんか、ハムスターみたいな、ね、キャラクターが、やる15分ぐらいの短いアニメだよね。で、結構大人向けなんだよね。なんか内容がなんか可愛いんだけど、なんか大人向けなんですよ。確か。そう。で、なんでこんなに人気になったかというと、まあ私もはっきり知らないんですけど、詳しくはそんなに知らないんですけど、その日本で目覚ましテレビかな。朝、みんなが会社に行く、学校に行く時間にやっているテレビ番組があるんですよね。なんかニュースをやったりとか、天気予報やったりとか、なんか最近の流行りのこととかを伝える、まあ情報番組があるんですよね。目覚ましテレビだったと思うんだけど、どっちかわかんないけど、そう。で、みんなその、学校に行く、会社に行く前にそのテレビを見ながら、その朝の準備をしたりとか、朝ごはん食べたりするんですよね。その時に確かちいかわがやるんですよ。そのテレビの中で15分ぐらい。ちいかわって言って。そう。で、それを見て、やっぱ朝って気分が上がらないじゃない？会社行きたくないなとか、今日学校のテストがあるなとかね。いろんな思いがあると思うんですけど、そのちいかわを見て、元気が出るというか、今日も頑張ろうみたいな。なんか癒されるらしいですね。はい。だからストレス社会に生きる現代人には、ちいかわは朝見るのはすごくいいらしいです。はい。っていう感じね。はい。今は冬アニメか。まだ。そっか。4月からだね。春アニメはね。はい。ということで、ダンダダンは去年の秋アニメになるのか。ね。はい。
もわかんなくなっちゃうんだよね。なんか季節わかんなくね。難しい。うん。はい。あ、ちいかわは1話は1分だけ。ああ、そうなんだ。へえ、教えてくれてありがとう。1分のアニメでこんなに流行ってるのすごいね。はい。結構ね、街中にね、そのちいかわグッズとかがね、すごい売られてて、ね。うん。はい。皆さんね、日本に来たらぜひちいかわグッズ買ってみてください。可愛いからね。うん、はい。そんな感じかな。うん。そう、個人的にね、結構好きだったのは、オーバーロードというアニメなんですよ。シーズン4まで今出てるのかな？オーバーロード。なんか、まあ、異世界系になるのかな？なんていうの？ゲームの世界で、ギルドマスター、すいません。ギルドマスターをやっていた主人公。で、そのゲームがサービス終了になるっていう、詐集ってやつですね。詐集、サービス終了。よくあるよね。昔はあんだけ盛り上がってたのに、どんどん新しいゲームが出て、そのゲームが盛り上がらなくなって、うん。まあ、モバイルゲームによくある話ですけど、サービス終了になると。そのサービス終了の日に、そのギルドマスターが来た。主人公ね。でも他のギルドメンバーは全然来ないの。もうみんなね、別のゲームやってるし、もう忘れてるね。で、あと1分でこのゲームもサービス終了だな。楽しかったな。みたいな。みんな元気にしてるのかなみたいな感じで、終わったと思ったら、その世界からログアウトできなくなったみたいな話ですね。はい。あれこの世界まだ続いてる。どういうことみたいな。で、なんか NPC たちが感情を持ってたりとか喋り始めたり。まあそういう感じですよね。そう。で、そのギルドマスターの主人公は、まあその世界で生きていくっていう話なんですけど、すごい面白かったんですけど、途中からね、ちょっと残酷になってくるんですよ。で、その残酷な感じがね、ちょっと見てられなくて、私的に。うん。で、ちょっと、リタイアしました。ドロップアウトしましたね。はい。っていう。結構ね、残酷な感じですけど、面白い。面白い。うん。そう。まあね。なんか、すごい自分が好きだったアニメが途中からちょっと方向が違くなってくるとちょっとすごいがっかりしちゃうんだよね。うん。はい。そんな感じかな。ちなみに、次のじゃあ2025年の、春アニメ。2025春アニメは何があるかな、ね、あ、そういえばリゼロのシーズン3も見てないね、まだ。リゼロ3期。リゼロは1個前のシーズンだったかな。ね。次の2025年春アニメは、なんだろう。あ、ウィンドブレーカーシーズン2。ね、永遠の消防隊。とかね。へえ。ちょっとやばいタイトル発見した。いくよ。完璧すぎて可愛げがないと婚約破棄された聖女は隣国に売られるっていうアニメがありますね。覚えらんねえ。アニメのタイトル長え。完璧すぎて可愛げがないと婚約破棄された聖女は、隣国に売られるっていうアニメがありますね。うん。まあ、そう、完璧すぎて可愛げがないと婚約破棄された聖女は隣国に売られるそうです。はい。っていうアニメ。はい。だいたい話の内容がわかるね。このタイトルだけでね。はい。長えって。タイトルが。これどうやって短くすんだろう。ね。なんか、俺だけレベルアップな件もまあまあ長かったから、俺レベって言われますけど。うん。はい。あ、ちょっと見たいのありますね。次回の作品。クーロンジェネリックロマンス。クーロンジェネリックロマンス。これ香港が舞台なのかね。クーロンってそうだよね。
ね、クーロンジェネリックロマンス。はい。ちょっと面白そう。でもあんまりね、ロマンス系見ないから、なんか恋愛系私全く見ないので、はい。っていう感じですね。はい。黒羊とかまだやってんだ。黒羊もやりますね、次。ファファファ。ファファファ。あとなんだ。まあわかんないんだよね。もうなんか、何が人気で、何をみんな見るのか。何をみんな見てんの最近。何流行ってますか逆に聞きたいよね。はい。いや、わかんないな。知っている、聞いたことあるような作品はあんまり見えないね。はい。あんまりないな。2025年春アニメ。ね。みんななんか注目してるやつある？ウィッチウォッチ。は。ウィッチウォッチというのが結構面白いらしい。ウィッチウォッチ。ウィッチがウォッチするの。可愛い感じかな？うん。どうだろう。まあ。ちょっとね、まあ面白いアニメがもしなかったらね、過去の作品をね、見ようと思いますけれども、普通に。はい。まだまだね、やっぱ過去の作品で見たいものいっぱいあるの。次見たいものは、トライガンですね。トライガンスタンピード。新しいトライガンだね。を見たいな。途中まで見てたんだけど、なんか途中で終わっちゃったから、もう一回見たい。そう、アニメーションがね、めちゃめちゃね、スタイリッシュでかっこいいのよ。うん。はい。で、声優もね、松岡さんだし、細川さんだし、細川さんね、松岡さんの次にね、好きな声優さんなので、はい。みたいだと思います。はい。あとはね、鬼滅の映画始まるよね。ね。鬼滅の映画、まあ夏だけど、もうちょっと先ですね。うん。まあこれも見なければならないと思っております。でもどうなんだろう、フランスでいつ同じ時期にね、上映するのかな？ちょっと気になりますけど、パリとかだったらね、多分上映するんだけど、この私の住んでるナントの街だと、ちょっとわかんないですね。あんまりやっぱ日本の映画とかアニメとかあんまりやってないからね。はい。まあそんな感じで、私の最近見たアニメこんな感じかな。あと見たいものは何だろうな。なんか、やばい、めっちゃ面白い。これハマった、もうやばい、神みたいな。もう傑作です、マスターピースです、みたいなアニメを最近まだ出会ってないかなと思います。あれも見たわ。これはアニメ映画だけど、ファーストスラムダンク。はい。スラムダンクの映画ですね。これめちゃめちゃ良かったですね。まあこれで一回私もう見てるんだけど、2回目、見て、めちゃめちゃいい。まあでもスラムダンクはね、もともとやっぱ原作がもう大変人気な、もう日本人の40代、30代、まあ20代の男性、みんな見てる。もうみんな憧れる。なんかもうスラムダンクを読んでないのは男じゃないと言われるぐらい、スラムダンクは大人気だったらしいんですよね、その当時ね。で、日本だけじゃなくて韓国とか台湾とか、まあ、香港とか他の国でもね、スラムダンクファンは多いらしくて。で、このファーストスラムダンクはめちゃめちゃ良かったですね。スラムダンク見てない人でも結構、楽しめる映画だったんじゃないかと。めちゃめちゃかっこよかった。久しぶりになんかこう、不良系を見た感じがしますね。最近の不良系じゃなくて、平成の
不良系ですね。やっぱね、その、20年前とかの30年前ぐらいの不良系アニメとか、不良が出てくる作品はやっぱね、かっこいいね。うん。今のと全然違う。男って感じですね。スラムダンクとかもそうだし、まあ、GTO もそうだかな。とかね、クローズとかね、そっち系のなんか、不良系はやっぱ熱いですね。うん。はい。あ、薬屋の独り言かな？コメントで。薬屋の独り言。はい。途中まで見てますね、これも。ね。確かに面白い。ちょっとミステリーっぽい感じがあっていいよね。うん。あと、ごめんね。なんか喉の調子が悪くて。水。そう。薬屋の独り言ね。はい。ミステリーっぽくて面白いし、あと、昔のね、中国が舞台なのがいいんだよね。私結構そういうの好きなんですよ。なんて言うんだろう。中国とか香港とか台湾とかあっち系の、なんていうの雰囲気を感じられるアニメとか、すごい好き。だからキングダムとかも好きだし、次のね、その、クーロンジェネリックロマンスも、そうかな。はい。日本じゃないと思う、これは。うん。いいですよね、なんか。はい。そう。うん。はい。まあでも、まあ、ロマンスなんだけどね。うん。はい。ってな感じで、今30分ぐらい喋ったかな。はい。そろそろちょっと終わりにしたいと思います。次回は多分3月の29日にまたライブポッドキャストをすると思います。トピックはね、私のね、アルバイト時代の話をしたいと思います。普通のアルバイト経験じゃなくて、私が渋谷で働いていたことがあるんですよね。うん。で、その時の、まあ、なんて言うんだろう。日本の裏社会というか、まあね、まあヤクザまでいかないけど、まあ、こういう世界に入らない方がいいなと思った経験があるんですよね。バイトの時に。まあ渋谷ですから。はい、その話をね、したいと思います。はい、私の裏社会経験というか、闇を見たというね、はい、ことです。はい、日本の闇を見たなという話をしたいと思います。みんなね、結構ヤクザとか好きでしょ？ね、好きでしょ？みんななんか、海外だとさ、結構、そのヤクザって結構かっこいいものとして考えられてると思うんだよね。うん。そのヤクザドラマとかヤクザ映画とか人気があったりとか、あとはね、ゲームのね、ヤクザ。まあ、龍が如くというね、ゲームがあったりとか。まあ、確かにね、ああいう作品に出てる人たちはね、結構、かっこいいなと思うんですけど、まあ、実際のところはやっぱりね、恐ろしいっすよっていう。はい。はい。もう。はい。これは、3月の29日かなにお話ししたいと思いますので、皆さんまたぜひ来てください。はい。あ、面白そう。本当ありがとう。まあ、うん。まあ、話せないこともある。話せないこともあるけど、話せる限り。話せる限り。いや、あれだよ。裏世界経験の話楽しみにしていますっていうコメントをいただいたんですけど、まあ、私が経験したっていうよりは、私が見たという。私は直接踏み入れてない、その世界にね。でも、私はその世界なんて一部を見たみたいな気持ちです。はい。そんな感じ。あんまりそんな期待してるとわかんないけど。はい。ということで、こんな感じで、はい、終わりにしたいと
思います。皆さん、今日ありがとうございました。一応ね、あと30分後ぐらいから、サニーサイドジャパニーズのトピックトークがあります。マッチングアプリについて、3人の先生と話しますので、ぜひ皆さんそっちも、来てね。このまま、ちょっと30分休憩して聞いてね。ということで、今日もありがとうございました。皆さんたくさんのコメントありがとう。良い週末を。バイバーイ。さようなら。